はい、皆さん、こんにちは。画像の共有をただいまいたします。それよ。どれをするかというのがはっきりしてない。聞いてこなきゃいいんだよね。ここに、ごめんなさい。これですね。お、聞こえたらよくわからなくなる。共有。そしたらスライドショーの最初からというのをします。これですね。お、聞こえたらよくわからなくなる。共有。はい。それでは感染症の戦い、たびたびしておりますので、早めですけど行きますね。ロータリークラブですね。記者は1905年創立、これ当初の頃ですね。それでは感染症の戦い、たびたびしております。1914年、14年、第一次世界大戦前ですか。ロータリークラブですね。記者は1900アトランタ、創立、これ当初のオースティン、テキサス。1920年のビオルゲの気象、第一次世界大戦前ですか。現在の気象ですね。で、これ、ロータリーは以下の分野に重点を置いて活動しています。疾病との戦い、母子の健康、私の関係のある、興味のある部分について今日は調べてまいりました。で、これ、毎年5歳未満で命を落とす子どもが世界で590万人。毎日1万7000人が亡くなっています。その原因というのは栄養失調であったり、適切な栄養が行われなかったり、衛生設備の欠如など、どれも可能な予防可能なものばかりです。予防可能な原因で母と子供が命を失うことなどあってはならないと、私たちロータリー考えておりますので、高い質の医療を受けられるように、出産で命をなくすことのないように、活動を行っています。教育、予防、接種、出産、キット、移動、クリニックなどですが、HIV 母子感染の予防にも力を入れています。で、この重点分野の目標と教育、予防、接種、目的はこういうことですね。HIV 母子感染の予防にも力を入れています。これは BC15 世紀。で、この重点分野の目標と、エジプトの壁画にこういう壁画が残っておりまして、この頃からポリオはあったということであります。ポリオとの戦いは、ロータリーは2000年までに地球上から撲滅せよという命令で活動してまいりましたし、寄付も集めてまいりました。ポリオのほか、はしか、ジフテリア、結核、破傷風、百日咳。日本は結核もはしかも非常に多いですね。WHO やユニセフと連携して行っています。ポリオはアフガニスタンとパキスタンで現時点ではまだ生ウイルスがありまして、撲滅には至っておりません。もう 99% ですか。これは経口感染しまして、咽頭や小腸の粘膜で増殖します。血液中に入りますと、中枢神経系に出しまして、脊髄の前核運動神経に感染して麻痺を起こします。
これは経口感染後、症状がなくても、本弁中に数週間にわたりウイルスを排出しています。これは鉄の肺と申しまして、このドームの状の中を陰圧にすることによって、横隔膜を上げ下げして、症状がなくても呼吸をさせるんですけれども、一生入っておかなきゃいけないという鉄の肺と辛い。現在実はポストポリオ症候群というのが話題になっておりまして、成人した頃、40歳になった頃から新たに筋力の低下、痩せ、関節の痛み、手足のしびれ、霊感等が出現することがありまして、ポストポリオ症候群、PPS と呼ばれています。これはポリオの歴史ですけども、1894年、明治時代ですけども、バーモント州で米国史の残るポリオ大流行が発症しました。ポリオは人から人に感染する病気である。最初はなぜか分からなかったんですけども、明治時代ですけども、ということが分かりまして、ラントシュタイナー、血液型を発見したラントシュタイナーがウイルス感染であるというんですね。先ほど鉄の肺を使ったり、有名なソーク博士は注射、セイビン博士は経口ワクチンを開発しました。1985年にロータリーが世界でポリオの撲滅しようとする運動を起こしまして、先ほどのご疾患とともにポリオプラスということで寄付金を集めてワクチンを配り始めました。1985年にロータリーがポリオのない国のロータリーのメンバーが世界のポリオ撲滅運動を支援するために配って歩いたわけですね。2000年には5億5000万人に配りました。2003年には6カ国となりました。2009年にはビル・ゲイツが3億5500万ドルの補助金を提供するよう、ロータリーが始めた寄付金の倍を提供するという素晴らしい活動を行ってくれまして、2019年にはナイジェリアが発症がなるようで、アフリカからはポリオフリーとなりました。現在はパキスタンとアフガニスタン紛争地域でポリオのワクチンを配れないというところがしたら原因だと思っています。で、これはですね、動画です。ポリオフリーとなりました。これ日本の子供ですね。36年。ポリオのワクチンを配れないというところがしたら原因だと。35年に5600人が発症した。で、これはですね、これ動画です。ソ連から生ポリオワクチン研究でした。36年。35年に5600人が発症した。ソ連から生ポリオワクチン研究でした。これは確かですね。ちょっと次行きましょうかね。アシカはね、非常に感染力強いんですよ。これはインフルエンザのワクチンの作り方。これは確かですね。ちょっと次行きましょうかね。アシカはね、非常に1918年にスペイン風邪と言われておりまして、ウイルスがワクチンの作り方、まだ見つかってなかった頃ですね。木枯らしとともに訪れる感冒の季節。電検では感冒ワクチンの製造が行われています。その製造過程はまずヒナに帰りかけの卵に窓を開け、動くヒナの血管に少量の病原菌ウイルスを注射します。この卵を保温器に2昼夜置くと何十億倍というウイルスが増えています。これを吸い取って鳥の赤血球を入れ、それに付着させます。さらに遠心分離機にかければ赤血球が沈殿して、そこにはたくさんの病原菌がついています。この方法によって純粋なワクチンが多量に作られ、襲い来たる感冒の攻撃を未然に防ぐ役目を果たすのです。
液にかければ赤血球が沈殿して、そこにはたくさんの病原菌がついています。この方法によって純粋なワクチンが多量に作られ、襲い来たる感冒の攻撃を未然に防ぐ役目を果たすのです。集団免疫という言葉今でもありますね。集団免疫という言葉が今でもありますね。黒ダイヤの悲劇へ追い打ちをかけるように、北海道夕張に発生したポリオは全国各地へと蔓延。北海道の43名をはじめ、熊本を中心とする九州に猛威を振るい、中部地方から関東に及び、昨年を上回ろうとしています。ポリオの病巣となった東京の足立区一帯、消毒が叫ばれても人々は生活に追われ、ポリオは社会の底辺に執念深い爪を伸ばしているのです。不安と焦燥におののく母親たちは保健所に殺到。半年先でなければ効かない早期ワクチンに望みをかけています。だがそれもとっくに底をつき、こうした事態を招いた厚生省の不手際へ母親の非難が集中しています。証人なしから私たちの子供を守ることができるのです。それは生ワクチンであります。生ワクチンです。希望の多い生ワクチンも厚生省はすでに早期ワクチンの生産を始めた国内業者を保護するため、その輸入をためらい続けてきました。その上、早期ワクチンでさえ輸入価格はわずか45円。それが業者保護のため6倍の270円に吊り上げられています。豪々たる非難の中で生ワクチン使用に踏み切ったものの、時すでに遅く、続々と新たな犠牲者が発生。業者保護のため6倍の270円に吊り上げられています。母親の願いも虚しく、ポリオに侵された血のみ子を抱いて、隔離病院へ収容されていきます。子を持つ母親たちは不安におののくばかり。新しい患者が次々に駆けつける隔離病院では、ポリオビウイルスを確かめるルンバール。お母さんはただ悲嘆に暮れるばかりです。やがて失意の中から立ち上がり、この日から母と子の果てしない麻痺との戦いが始まるのです。お母さんはただ悲嘆に暮れるばかりです。そして心の拠り所を宗教に求める母親。日産を欠かさぬこのお母さんは何を訴えているのでしょうか。こうした中で東京とか小平の療育園では、幼い犠牲者たちが体の不自由と戦っています。去年、流行地北海道で、2人の子が同時に発病する悲運に見舞われた薬師さん一家は、治療のため東京に越してきました。下の子が治療に来る日は、入院している上の子がお母さんに会える日。ママに抱っこをねだり、お姉さんがダダをこねています。治療のため東京に越してきました。下の子が治療に来る日は入院している上の子がポリオのゆえに別れ別れに暮らす母と子。ママに抱っこをねだり、お姉さん発病後2年は少しずつ麻痺が回復すると言われ、週に2度のルンバール。ポリオのゆえに脊髄に注射し、神経の麻痺の回復を促します。発病後2年は少しずつだが、2年を過ぎて神経も筋肉も回復が止まった後、変形した部分には整形手術が行われます。これは筋肉や骨の形を変え、運動に耐えうる形をこしらえます。
神経も筋肉も再び歩ける日のために変形した部分には少女は激しい苦痛に耐えていくのです。これは筋肉や骨の形を変え、運動にルンバールやシーツの辛さを超えて、いよいよ歩く訓練が始まります。歩ける日のために変形した部分には少女は激しい七転び八起き。回復が止まっても麻痺していない残りの筋肉を鍛えることによって失われた機能を補います。足と腰を鍛える屈伸運動。この坊やは1日5回のノルマへ懸命の努力を続けています。失われた機能を補います。足と腰を鍛える屈伸運動。ポリオの悲劇を食い止めるために、政治がもっと温かい手を貸してくれるように、この少年は訴えているのです。ポリオの悲劇を食い止めるために、政治がもっと温かい手を貸してくれるように、この少年は。Many years ago, we Rotarians made a promise to the children of the world to rid our planet of the scourge of polio. We keep our promises, and the eradication of polio remains Rotary's highest priority. In order to cross the finish line, we need to remain vigilant. As Rotarians, we need to continue to educate ourselves, our fellow members, and the public on the devastating effects of this virus on children and their families. It's my pleasure to share a special preview of Rotary's documentary, Drop to Zero. It's an in-depth look at the historic effort to eradicate polio. I know you'll find this film as meaningful as I do. Let's take a look. To share a special preview of Rotary's documentary, Drop to Zero. हुआ सबसे ज़्यादा दुख हुआ कि आज हमारे भी दोनों पैर होते तो हम भी कुछ दुख ज़्यादातर हुआ. I had a sore throat and a high fever. My dad took me to the doctor and they called my name and I got up and collapsed. And the doctor said she has polio. từ đó cô chạy bươi nhưng mà chờ từ nó thứ chạy chạy cô chỉ đi mò cái nửa lúa của nó nè. Polio has preyed on humanity for thousands of years, moving around the world from person to person in an unbroken chain of infection. In the early 1950s, there was a particularly intense outbreak in the United States that crippled nearly 60,000 people. It was really frightening because there was no vaccine and you never knew who was going to get polio. Everybody knew somebody who had the disease. It's been described as the AIDS of the time. And in the past, precautions were taken to prevent gatherings of youngsters. Parents wouldn't let their children go swimming. Movie theaters were closed. People were kept inside. It's been described as nobody knew what was happening. What we know today is that polio is spread by contact with contaminated food, water, or human waste. When the virus multiplies in the intestines, many children will only suffer from mild flu-like symptoms. But in 1 in 200 cases, it travels to the spine, attacking nerve cells that control the muscles in the arms and legs, leaving the victim paralyzed. In the worst cases, the victim dies, unable to breathe or swallow. It travels to the spine, attacking nerve cells that control the muscles in the arms and legs. In 1954, at the height of the epidemic, Dr. Jonas Salk tested an injectable vaccine, which offered a first ray of hope. Approximately 5 years later, Dr. Albert Sabin developed an oral vaccine that was less expensive and easier to use. Humanity finally seemed to be gaining the upper hand. Dr. Salk, you have said that eliminating polio is no longer a scientific problem. I take it you are correctly quoted. Yes, Mr. Spivak. I think that it's a social and economic problem. The problem is not one of vaccine effectiveness, but one of vaccine use. Jonas Salk was right.
By 1979, 61 countries had used the two vaccines to eradicate polio, including the United States and Canada. But in the rest of the world, we were still seeing 350,000 children paralyzed every year. So that was part of what contributed to the launching of the Global Polio Eradication Initiative, to ensure that every single child benefits from vaccination. But in the rest of the world, no child should have polio. We come to this hour grateful for the achievements of the past. The drive for global eradication came from a most unlikely source. Rotary International, a group of business and professional leaders dedicated to public service, was looking for a global project to celebrate its 75th anniversary. Smallpox had been eradicated just 1 year before, so they decided to take on polio. It seemed like an impossible dream. When we first approached the World Health Organization about working with us to eradicate polio, they felt that we were amateurs, we didn't know what we were talking about, that we really didn't have anything to bring to the table. So Rotary went it alone, supplying volunteers and vaccines for mass immunization programs around the world. We knew that there was a vaccine that could be easily administered. It could be done by non-professional individuals by just putting 2 little drops into the child's mouth. From Brazil to El Salvador, from Indonesia to the Ivory Coast. These initial campaigns were remarkably successful. In 1979, we did a huge vaccination program in the Philippines, 6 million children, and we found it worked. And Rotary raised money for further campaigns. Exceeded that goal and raised $119,186 million. We're over those. Now, the World Health Organization took notice. We went back to them and said, we've raised $248 million. Will you work with us to accomplish this? And at that point, the World Health Organization said, yes. The fact that a volunteer organization can persuade public and private people to join us in this manner, I think, says a great deal for mankind that it can be done. In 1988, the World Health Organization launched a public-private partnership called the Global Polio Eradication Initiative, officially adopting Rotary's dream. Without Rotary International lobbying and pressuring and forcing agencies to talk to each other and governments to talk to agencies, we never would have started the Global Polio Eradication Initiative. The United Nations Children's Fund agreed to purchase and distribute vaccines. The U.S. Centers for Disease Control would serve as the program's global virus hunters. You know, if you look at what's made a difference in terms of the progress, often political commitment has been a factor. And Rotary has been key in terms of motivating community leadership, political leadership, to get this job done. You know, if you look at what's made a difference. The World Health Organization would direct the program's strategy. And Rotary would continue to supply volunteers, raise funds, and act as the program's global advocate. There were many skeptics. The sheer magnitude of vaccinating between 250 million and 400 million children every year, it's mind-boggling. It's the largest global health initiative in history, involving more people on the planet than any other initiative. When the program started in 1988, the goal was to eradicate polio by the year 2000. Although the program missed its original deadline, the number of infected countries dropped from 125 to 9. To provide vaccine to remote areas, the polio program has built a globe-spanning network called a cold chain, which keeps the vaccine from spoiling. The cold chain begins with private sector drug companies that supply billions of doses of vaccine to UNICEF, which stockpiles, manages, and transports the vaccine to polio programs around the world.
It's very, very difficult at the best of times to be able to reach people consistently every month with a viable vaccine that you've kept at the right temperature and get to every household and reach every child, let alone in areas of civil crisis. This has brought to the fore our need to ensure that we do not become complacent, because this is what the virus does. It surprises you. As the global program closes in on the goal of eradicating polio, all the stakes get higher. They'll say, we made a promise to the children of the world, and we haven't delivered yet, and we won't stop until we do. As the global program closes in on the goal of eradicating polio, all the stakes get higher. They'll say, we made a promise to the children of the world, and we haven't delivered yet, and we won't stop until we need each of you to advocate for continued support from government and elected officials, to talk to your fellow club members, family, and friends, to ask them to join you in making a financial contribution. Let's not forget that every donation to End Polio Now will be matched 2 to 1 by the Bill and Melinda Gates Foundation. And finally, please encourage your district leaders to contribute district-designated funds. District-designated fund contributions will be matched 1 for 1 by the World Fund. And with a 2 to 1 Gates Foundation match, contributions of district-designated funds will yield a 6 to 1 match. These critical funds will save lives. That's our history, our vision, and our legacy. Rotary members had the audacity to start this campaign, and we won't stop until it's done. These critical funds will save lives. That's our history, our vision, and our legacy. Rotary members had the audacity to start this campaign, and we won't stop until it's done. いかがでしたでしょうか。ちょっとびっくりするぐらいの知識が得られましたね。終了いたしますよ。